皆さんこんにちは、時丸です。今日は辞めたら人生が変わった7つの習慣をご紹介していきたいと思います。この部屋をホワイトボックスって名付けてるんですけど、僕はこの部屋でヨガやったりとか文章を書いたりとか自分のクリエイティブをやったりしてます。物を減らして作るっていう生活で、ほぼサイドファイヤー的な生活をしています。物を減らして自由な生活を送りたい人とか、作りたい人とか、早期退職したい人とか、収入を上げたい人には役立つ内容になると思います。深くて突っ込んだ話していきますので、ラジオ感覚で最後まで聞いてください。辞めたら人生が変わったこと、一つ目は遅く起きることです。これ逆を言えば早起きってことになります。早起きを始めたっていうことです。で、世間的には早起きがいいっていう風潮がありますけど、必ずしもそうとは言えないと思います。これは人類っていうのは哺乳類であるため、寝るリズムっていうのはもうまちまちだったっていうことです。太陽とか月のリズム、明るさによっても変わりましたし、敵とか動物が攻め込んでくるような状況では、集団の中で誰かが代わり番号で見張りをしていたっていう時期もあったりします。だから夜ぐっすり寝て朝起きれるっていう風な生活を送れるようになったのは、歴史的に見ればごく最近のことなんですね。安全に眠れる家っていうものが誰にとっても普遍的なものになって、誰もが家の中で暮らせるようになってからです。つまり近代以降ということになるわけですけども、それと同時に社会も変化していきました。学校や会社っていう決まった時間に行かなければならないっていうものができ始めたからです。つまり早起きがいいっていう風な価値観が作られるようになったのは間違いなく近代以降の話で、それが最近はますますインターネット時代になってから生産性とかと結びつけられて語られるようになっています。で、早稲田大学の教授がブログで書いてるのを見つけたんですけど、研究的には若い頃、10代から20代前半までは朝の方が弱いっていう研究結果があるみたいです。そして加齢に伴ってだんだん朝が強くなっていくっていうのが人間の特性みたいですね。だからやっぱり高校生とか大学生が朝一番の授業で居眠りをしていて、おじいちゃんとかおばあちゃんが朝に強いっていうのはちゃんと科学的な根拠があるってことです。それでワシントン大学が面白い研究をやっていて、大学の授業の開始時間をあえて遅らせることで学生の日中のパフォーマンスが向上したっていう風な、で成績も良くなったっていう風な研究があったりします。で、僕自身も自分のことを長く夜型だとずっと思ってたんですよね。音楽とか写真とかやってたってこともあって、結構作業を夜にやる方がパフォーマンスが上がるなって自分の中では思っていました。でも最近はものすごく朝型になっています。多分それは年を取っている、加齢しているっていう風なことなんですけど、でもやっぱり朝早く起きると一日の生産性が上がって、充実感とか達成感も全然違うように感じますね。で、つまりその一日が良くなるっていうことです。で、いい一日を積み重ねていくことが、それが3日間、30日、そして1年になって、つまりそれが人生になるっていうことです。だから毎日が良ければ人生が向上するっていう、良くなっていくってことなんですよね。で、最近のルーティーンを簡単に説明しておくと、最近は5時くらいに起きてます。だいたい4時半から5時くらいですね、に起きて、それからもう5時間か6時間は執筆をしますね。執筆をしたり考えたりすることに時間を使います。で、だいたいもう10時か11時には僕の仕事はもう終わりです。10時くらいっていうと多分多くの人が会社に出社する時間だと思うんですけど、僕はその朝の貴重な時間を仕事に使って、もう11時に仕事を終わらせるようにしています。で、その間は完全にブロックしていて、いろんなもう連絡とかメールも一切見ないし、SNS ももちろんですけど絶対見ません。で、自分の考えることと執筆だけに集中しています。で、それが終わったら必ず運動をして、だいたいヨガかランニングか筋トレかウォーキングなんですけど、そのどれかをやって、そこからご飯を食べてシャワーを浴びるっていう風な感じ。で、午後は映画を見たりとか、本読んだりとか、あとはこういう風にたまに YouTube を撮ったりとかしています。で、夕食はなるべくもう6時前ぐらいに撮って、で、夜中の9時ぐらいには寝てしまいますね。そうしないと睡眠時間が足りなくなって、4時とか5時に起きれないんですよね。ほぼ老人みたいな生活してるんですけど、この辺はちょっと長くなるので、また別途紹介したいと思います。2つ目はコレクションすることです。物を集めることをやめました。これまでは物を集めるのがすごく好きで、物は集めるっていうよりかはどちらかというともう勝手に自分の方に集まってきていました。で、90年代のジャパニーズヒップスターの時代を生きた私ですので、ゲームやプラモデルや釣り道具、ミニ四駆とかハイパーヨーヨーとかビーダマンとか、たまごっち、そしてクロノトリガー、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、そしてポケモンっていうね。で、また最近になってたまごっちとかポケモンが流行ってるのは非常に興味深いんですけど、そんな感じでものすごく集めていました、小さい頃から。で、中学校ぐらいから音楽に目覚めて、今度は楽器と機材のコレクターになります。でもどちらかというと、一つの楽器とか機材を長く使っていたいタイプで、それは今も自分の性格的には変わりません。ただ大学に入ってバイトとかして自分で使えるお金が増えてくると、今度買えるものが増えてきて機材が増えるってことになります。あとは CD をものすごく集めたりとか、それで楽器や機材が増えると今度自分で持ち運べなくなるので、そこから免許を取って車を買いました。ボロボロの中古の10年落ちのマツダのロードスター NA タイプです。車を買ったのはいいんですけど、それはスポーツカーの2シータータイプだったので全然荷物が乗りませんでした。肝心の音楽機材は積めないまま僕の車人生は終わったわけです。そして大学を卒業すると写真の道に入っていきます。このように考えると僕は
物が増える趣味ばっかりをしてるんですね。音楽は仕事にならなかったけど、運がいいことに写真は仕事になりました。そして仕事になると、仕事だからっていう風な言い訳が効くようになります。それでますます物が増えていきます。そしてフリーランスになると今度は経費が使えるからっていう魔法の言葉が出てきます。それによってカメラや機材、そして照明類を買い込んでいくことになります。写真を学ぶにはやっぱり写真集が必要で、僕は写真集のコレクターでもありました。一時期海外からものすごく取り寄せたりしてレアな写真集とかを200冊ぐらいですね、ボロボロの木造アパートの中に持っていたことがあります。それからミニマリズムに出会うことになります。なんか物をコレクションしてる時代っていうのは自分がコレクションしているっていう風な意識は全くなかったんですね。もう勝手に増殖している感じですね。で、一度にほとんどのものを手放したのは他の動画でも語っている通りなんですけど、やっぱり物の選定に意識的になると、いかにコストがかかっているかっていうのがわかります。で、そのコストは二重の意味であって、それは実際のお金っていう意味でのコストと、精神的、管理的なコストっていう風な意味です。で、お金っていうのは稼げばいくらでも湧いてきますけど、この精神的なコスト、そして管理コストっていうのは、ものすごく大きなものです。で、これを手放すことがむしろ生活に与える影響っていうのは大きいと思います。コレクションすることをやめてから自分の心理的な負荷、そして精神的な負荷が下がって、ちょっとだけ倫理的になったと思います。いや、でもちょっと倫理的になったかはわかんないですね。今こんな感じで暮らしているように、物が少なすぎるっていうのは、ある意味危険なことでもあるからです。三つ目は酒とタバコです。これちょっと二つ入れちゃってるんですけど、これについてはもうあまり語ることはないでしょう。明らかに有害ですからね。タバコは20代前半から吸い始めていました。で、私はバンドマンだったので、もう楽屋でとにかくタバコです。で、ライブが終わったらとにかく打ち上げで酒です。でも実際、そのような環境とか人から大切なことをたくさん学びました。で、その学びが今の人生に生きてると思っています。やっぱ楽しかったんですよね。楽しかったし、その思い出は絶対お金では買えないものだと思いますね。で、大学の時は人類学を専攻していて、僕はその文化人類学でフィールドワークでインドネシアのバリに行ってたので、そのバリでガラムっていうタバコを吸ってましたね。結構甘くて独特の香りがするもので、今でもそれを吸うと、そのインドネシアとかバリの風景を思い出します。このように話すと、やっぱりその酒とかタバコっていうのを完全に切るっていうことは難しいと思いますね。なぜならやっぱりその酒とかタバコにまつわる話っていうのは、それぞれの人生の小さなストーリーを紡いでくれるものであり、もちろん体には悪いんだけども、それがなければこの世界っていうのはもっとつまらないものになるんじゃないかなと思います。いろんな悲劇、そして喜劇もタバコと酒によってもたらされるものが多くて、いろんな物語の根幹になったりしますよね。ただやっぱり有害であることには変わりはなくて、お酒に関しては、これまではちょっとだけだったら健康にいいっていう研究もありましたけど、最近の研究ではゼロが最も体に与えるダメージは少ないっていうふうにされています。で、自分もそろそろ40歳になるので、ただでさえこのちっちゃい脳みそで、最低のパフォーマンスしか発揮できていないものを、酒とタバコによってそれ以上低下させるのはもうやめようと思いました。一番最初に言ったように、早起きの習慣ともものすごく深く関わってきます。酒とタバコをやめると早起きがものすごく楽になります。次の日の朝がものすごく気持ちよくなります。で、それを目指すために酒とタバコをやめるっていう風なことができてきます。そういう習慣を取り入れています。あとはヨガを始めたことも大きくて、で、ヨガの実践っていうのは実際に酒の量を減らすっていう研究結果があります。で、これは自分自身も身をもって感じていることで、僕もそのヨガを本格的に始めてから酒の量が明らかに減りました。で、研究的にはそのヨガの長期的な実践によりドーパミン受容体の変容が起こるとされています。簡単に言えば酒っていうのはアルコールで脳を麻痺させて簡単に快楽、一本でものすごい快楽を得られるようなものなんですけど、それがヨガで大体できるっていうことです。酒を飲んで気持ちいいっていう感覚が、朝ヨガをすることで気持ちいいっていう感覚を得られることになると、今度酒を飲む快感よりもヨガによって得られる快感の方が勝るようになってくるんですね。しかもヨガで得られる快感っていうのは体に刺激を与えて柔らかくして健康になるので、全く体に害がありません。むしろプラスの効果しかない。で、かつそれで快感とか爽快感を得られるから、今度酒を飲む理由がなくなってくるんですよね。で、そういうわけで僕はもうほとんど酒を飲んでいません。酒からヨガへっていう風なシフトです。辞めたら人生が変わったもの4つ目は仕事です。仕事を辞めると間違いなく人生が変わります。これは一般的に仕事というものが一日の中で多くの時間を占めるものだからです。つまり時間の使い方を変えることによって生活、そして人生は変わるっていうことですね。だから仕事を辞めるっていうことは無職になることであり、いい方向に行く話もあれば悪い方向に行く話もあります。
今回はいい方の話です。で、厳密に言えば僕は仕事を辞めていません。で、仕事を辞める気もこれからありません。もっと正確に言うなら、会社を辞めているっていう風な状態だと言えます。だから例えばこうやって YouTube で話しているのも収益をちょっと得ているので、これも仕事になり得るし、自分がその文章を書いたりとか、趣味で制作をしたりとか、そういうものも全て仕事になるっていう風な考え方。だから結構趣味と仕事っていうのがマージされているような状態です。それは捉え方の問題であるので、人によって結構変わってくるとは思います。で、会社員というのはやっぱり1日8時間を働かなければいけないっていうものがありますので、会社を手放すとその8時間が丸々自分の時間になります。これはものすごいことです。その8時間がもし自分にできたら、あなたは何をしますか？そしてその8時間が明日から毎日続くのだとしたら、何ができると思いますか？もし自分の人生でやりたいことリストとかバケットリストがあるような人は、それを片っ端からやることもできるでしょう。初めてのことに挑戦する人もいるでしょう。スカイダイビングとか、ハイキングとか、椅子取りゲームとか、初めてのことに挑戦する人も出てくるでしょう。30歳からでも10年続けてみれば、プロのピアニストになれるかもしれないし、実際にスティーブン・メイゼルっていうフォトグラファーなんかは、30代まではデザイナーだったけど、それから辞めて30代からフォトグラファーになっています。しかも世界トップ。そのような例はたくさんありますよね。つまり、時間が人を作るってことです。やっぱりそのつぎ込んだ時間、費やした時間だけ、それが自分の技術になり、生活になり、そして生き方になります。で、何かをしている間は、それはその時間になるわけで、例えば、歌を歌っていれば、ライブで歌を歌っていれば、その時だけミュージシャンになれるし、それが初めてのライブ配信でどんなに下手であっても、あなたはライバーになることができる。今日から。そうなると、会社に自分の一日の時間のほとんどを捧げているっていうことは、自分の時間を生きていないっていうことになります。つまりそれは自分が何者であるかっていうことを会社に丸投げしているのであって、本当の意味で自分の人生を生きていないことになります。もう一つ、仕事を手放すと人生が変わる理由があって、それは収入面のことです。会社員の時は自分の給与を自分の稼げる金額の上限だと考えています。多分僕もそうでした。その毎月の収益によって生きて自分のライフスタイル、自分の生活っていうものが形成されていきます。安定して毎月を生きることはできるけど、逆を返せばその収入以上の生活はできないってことです。つまり会社に勤めているから自分の稼げる金額に上限ができてしまって、それ以上収入も資産も増えないっていうことになります。しかも最近では、会社からもらうそんななけなしのお金で自分の生活を我慢しながらそこでできたお金を NISA に入れるってことをやってる人が多いです。そして先延ばしされた老後のために今を犠牲にしてどんどん疲弊していくっていう風な事態が起きています。会社に勤めることを手放すと稼ぐ上限が撤廃されます。だから会社を辞めて初めて自分のポテンシャルとか自分の稼げるレベルが向上していくってことになります。会社に勤めていれば毎年小さな昇給はあるかもしれませんが 1% とか 2% です。そして世間では高収入とされる1000万とか2000万円の人もそれまでしか稼ぐことができません。それ以上に行くことができません。つまり時間の使い方だけじゃなくて、お金の使い方からも自由になること。それが会社を手放すことで得られることです。辞めたこと5つ目は通勤です。仕事と同時に手放せるラッキーアイテム、それが通勤です。会社を辞めたのに通勤をまだ残しているっていうエクストリームな人がいたら、ぜひご連絡ください。インタビューに行きます。特に都市部での通勤は異常で、東京は結構大変です。これはあらゆる世界の都市から見ても異常なレベルで、よく自己啓発的な話で通勤時間は有効に使って勉強をして学習をしてインプットに当てましょうみたいな話がありますけど、そんなのあんな乗車率でできるわけがありません。通勤する時間を使って家でゆっくりやった方がパフォーマンスは上がるに決まっています。だから一周回って僕は電車の中で寝ているおじさんが正解なんじゃないかなと思うようになってきました。あんな満員電車の中で寝られるメンタル、そして瞑想できるメンタルを持つことは非常に難しいと思います。だからそういうメンタルを鍛えるような時間に振り切れば、そして回復の時間に当てることがもしできれば、日中のパフォーマンスを高めて家に帰った後も副業できる力が湧いてくるかもしれません。東京での平均的な通勤時間はだいたい40分から1時間とされていて、つまり往復2時間、これは1日24時間の間2時間を無駄にしているということになります。で、自分自身も会社員の時はそれで大きく人生と生活を損なっているような気がしたので、いつも会社の近くに住むっていうことをやっていました。徒歩で行けるようなレベルです。東京というのは食、そしてエンターテインメント、街ごとの文化多様性、治安、経済、そして仕事環境、観光資源、もう全てにおいてかなりトップレベルなすごいいい街だと僕は思います。ただし、それもすべて通勤をしなければの話です。通勤のために満員電車に乗り始めた瞬間に、この街は表情を変えます。ものすごい最悪の街に変容してしまいます。僕も20代初めに上京した時は、なんとか若さと新鮮さと楽しみで耐えることができました。でも30過ぎて慣れてくると、だんだんきつさの方が目立ってきます。だからみんな地方に U ターンで戻ったりとか、地方に移住するっていうことを選んだりします。一緒に出てきた僕の友達はほとんど地元に帰ってしまいました。
ました。僕は逆に U ターンや移住することをやめて、代わりに会社と通勤を手放しました。そしたら会社員やってる頃よりもはるかにこの東京という街を楽しめています。で、東京という地理性と利便性を活かしながら様々な場所にたまに移動するっていう風な生き方を今は選んでいます。6つ目は SNS です。SNS の使用やスクリーンタイムの問題に関しては、これまでもデジタルミニマリズムの話でたくさんしてきました。際限のないスクロールと通知は人々を不安にさせて、精神障害を助長することが研究で明らかになっています。しかし企業はますます自らの利益のためだけにアテンションベースのアルゴリズムを設定し、アプリや画面の中にいかにユーザーを長く滞在させるかだけに注力しています。AI が出てきたことによってそれはますます加速していると思います。インスタグラムはいつの間にかもう TikTok みたいになってしまったし、下手したら TikTok よりひどいかもしれないし、X も買収騒動によって大きく変わってしまいました。で、この YouTube は厳密には SNS ではないんですけど、最近はコミュニティ機能やチャンネルのシンク性の向上によって若干 SNS 的傾向を帯びてきているなと感じています。だから僕自身もここで発信している限り、そのようなスクリーンタイムとか SNS の助長をしているのは確かです。だからなるべく気を引いてクリックさせて見させるような動画ではなくて、誰かの助けや学びになりながら価値のある動画を今後も作っていきたいと思っています。そう言いながらたまに馬鹿げた動画を作るのはもう人間的な私の癖ですので、そこは許してください。で、自分は今年から本格的に SNS の手放しをし始めて、春頃に、TikTok、X、Linktree、LinkedInのアカウントをすべて削除しました。Facebook は元から持っていません。で、現在使用している SNS は Instagram だけで、これはもう時丸田中の連絡網みたいな感じです。冒険に出た時にたまに風景をストーリーで上げたりしています。どこかの企業やプラットフォームに加わると必ず広告とかアルゴリズムに乗ることになるので、自分はノートで運営していたメンバーシップを自分独自で立ち上げました。で、それが時丸コアメンバーシップです。今70名近くのメンバーが購読してくれています。いつもありがとうございます。そこでは企業やブランドに全く忖度せず、自分の考えや文章をミニマルに発信するということを行っています。そして少ないものでストレスを減らしながらより創造的にクリエイティブに作っていくっていうこと、そういう発信をしてますのでぜひチェックしてみてください。そしてこのような SNS の仕様とか自分のメンバーシップを構築することができたのも、僕自身が SNS の使用を減らして、で、その時間を自分のやりたいことにつぎ込んだからだと思っています。だから時間的な意味でも、やっぱり精神的な意味でも、SNS の使用はできるだけ少なくして、自分のやりたいことに集中した方が人生は確実に良くなると思っています。最後に手放したものは、心配しすぎることです。人間は9割、この先の未来で起こらないことに対して心配しているというふうに言われます。あなたが今抱えている不安とか悩みを思い出してみてください。明日店が閉まるかもしれない。来週行く〇〇大丈夫かな。仕事のあの件であの人にこう言われるかもしれない。老後が不安である。健康大丈夫だろうか。お金は足りるだろうか。これから稼げなくなったらどうしよう。もし試験に合格できなかったら、賞が取れなかったらどうしよう。店の予約、フライトが取れるだろうか、病気にならないだろうか、そういう心配事でなんとなく不安になってるんだと思います。それに対して現在起きている問題っていうのは深刻で、例えばこの真夏にエアコンが故障したらもうすぐに修理しなければならないですよね。あとは急にトイレが詰まったり、あとは自分の体全身にジンマシンが急に出たりとか、そういうものになったらもう対処するしかない。病院に行くしかない。その時には悩む暇、心配する暇はありません。つまり心配事っていうのは暇な時に起こるっていうふうに言うこともできます。例えばいつもは仕事人間、仕事付けの人が急に5日間の休暇ができたとします。そして何も予定を入れない時、その時にあれこれ考えて不安になってしまうってことはよくあります。だからそういう人は考えるよりも体を動かしていたいっていうふうに思います。これは失恋とか試験に落ちたりとか大きな失敗をした人にも言えると思います。家に黙っていると考えてしまって頭がおかしくなってしまうので、それよりかは外に出る、歩く、友達と飲みに行く、散歩に行く、そういうことによって不安を和らげるってことですね。僕はある時から心配することを手放しました。その起点となったのはやっぱりヨガを学んだことが大きいです。で、ヨガというのはそのフィジカルとメンタルの部分。もっと言えば、アーサナと哲学、ヨガ哲学の部分、二重の意味で、その複合的なアプローチが役に立っています。ヨガを実践すると不安がなくなるのは、一つはその時、その瞬間に集中できるからですね。人間は時間ができると不安になるってことをさっき話しましたけど、だから失恋した人とか失敗した人はとにかく体を動かしていたい。で、ヨガを習慣的に行うってことは、そういうことを日常的に毎日やるってことです。毎日考えない時間、集中する時間を作るっていうことです。つまり、何も不安がなくても毎日同じことを集中してやっていると、不安
安に対して恐れがどんどんなくなってくるんですよね。そして今に集中できるようになってきます。そして集中力がついてきます。そうなると、この先の未来に起こるかもしれないっていうことに対して不安になることが意味がないっていうことに気づくことになります。心配して不安になっていろいろ考えて自分の人生とか行動を狭めるよりも、今できることに集中して自分の心の声をしっかりと聞いて、やりたいことをただ淡々とやっていく。つまりそれが、マインドフルに生きるっていうことですね。しかしそれでも不安とか心配事が完全になくなるっていうことはありません。それは人間が本来持っている危機回避能力から来るものだと思います。だからある部分では不安になることは一つの人間的、動物的習性だと考えて諦めることも必要です。心配できるのはある意味人間だけっていうことを考えたりとか、そうするとじゃあ心配とは一体何だろうっていうことにたどり着いたりとか、そうやって全問答みたいに考えてるうちに気づけば何を心配していたかも忘れてしまってお腹が減ります。そうなったらもうお昼ご飯を食べに行く時間です。そろそろご飯の時間にしましょう。そういうわけで今日はやめたら人生が変わった7つの習慣についてご紹介してきました。メンバーシップでは自分の経験に基づいたミニマリズムと創作のアイデアを発信しています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。そして毎週土曜日に私の近況報告と深掘り記事のサマリーを書いたニュースレターを発行しています。そちらは無料で読めますのでぜひ登録してみてください。今ならときまリストになるためのスターターパックが特典としてついてきます。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない人は絶対チャンネル登録をして、また何もないこのホワイトボックスに遊びに来てください。それではまた次回の放送でチャオチャオ。